私の名前は菅原恵子。とある企業で働くキャリアウーマンだ。私の家は3人家族で、夫である康介さんは私との結婚を機に勤めていた会社を辞め、専業主婦になった。私が勤めている会社は大学を卒業してからずっとお世話になっていて、康介さんや家の事情から私が仕事を、夫が家庭に入るといった形になった。康介さんは付き合っている頃から料理や家の炊事や家事を得意としていて、主婦になってからはそのスキルを遺憾なく発揮。娘のカナが生まれてからはより一層育児に家事に積極的になってくれた。もちろん私も家に帰れば娘の相手をしているけれど、今ではすっかり家事スキルは康介さんの方が上だなぁと痛感している。夫の両親や私の両親も仕事の事情や康介さんの人柄をよく理解してくれていて、彼が専業主婦になることに対しては理解してくれていた。今でも両家ともに家に遊びに来てくれるし、孫が生まれてからはよく様子を見に来てくれたりして、家庭環境はとてもいい状態で過ごしていた。おかえり、恵子。ママ、おかえり。そう言って温かい料理を準備してくれている康介さんと、娘のカナが待つ癒しの我が家が私が頑張ろうと思う原動力になっていた。それに今は稼ぎ頭でもあるので、より一層働かねば、と思ってはいるのだが、私の勤めている職場の上司に少し困った人がいたのだった。私が働いている会社の部署がやる仕事は主に事務作業で女性社員も多く働いていた。おはよう、恵子。同僚の北沢恵里子が隣に座って挨拶をしてくる。恵里子とは入社してからの付き合いで、育児休暇から復帰したばかりだった。この会社は業界では大手であり、福利厚生も十分に備わっていて、社内での居心地や働き方も充実している。恵里子が妊娠し、育児休暇に入ることでも、会社側では問題なく休暇に入ることができたそうだ。相変わらずまだあの席にいるのね、おつぼねさんは。復帰し、仕事に慣れ始めた恵里子は、私たちの部署の奥にある席を眺めながらうんざりしたようにそう言った。どんなに環境がいい職場でも、女性が多い場所には、いわゆるおつぼねと陰で囁かれる上司がいるものであり、私の所属する場所にもそんな人が上にいた。この上司が私を悩ませる種だった。恵里子も出産で育児休暇に入るときも、最近の子は妊娠してすぐに育休に入るから情けないわね、などと大声で言うような人で、仕事の合間や休憩時間、少し談笑できるタイミングが来たら、決まって旦那さんの自慢ばかりしてくる。おつぼね上司の旦那さんは、とある大企業の役員らしく、彼女はその旦那さんの素晴らしさや功績を聞いてもいないのに語り続ける。まるで虎の意を狩る狐だ。恵里子を含めた同僚たちも、おつぼね上司の自慢話にはうんざりしていて、いつも聞き流して彼女が満足して離れると、やっと解放された、と恵里子は安堵の表情を浮かべていた。まあ嫌な上司はいるが、それよりも働きやすい環境なので、おつぼね上司のご機嫌を損なわないように受け流すのが、私の職場での当たり前になっていた。そして私は社員の中でも勤続年数が長い方で、必然的におつぼね上司の補佐をしたり、関わったりするタイミングが多い。おつぼね上司は旦那の影響力で、毎日会社近くの高級ランチに行っているのだが、仕事の都合でランチのタイミングが被るとランチに誘ってくる。仕事の付き合いもあるので断れずに連れて行かれるのだが、その時はずっと旦那の自慢話を聞かされる。それがちょっとした拷問だった。ただランチは美味しいので、それで総裁かなと思って最初の方は我慢ができていた。けれど、だんだんと聞かされるのが旦那の自慢話だけではなく、彼女の人生観や価値観に変わっていて、最近はとても辛く感じていた。やれ旦那は働いているのが当たり前だとか、外で大金を稼いでくることが男の甲斐だとか、わざわざ結婚してやったのだから、自分は旦那の金と影響力で豪遊三昧ができるのだとか、聞いているだけでうんざりするような内容ばかりだ。おつぼね上司との関係はそれなりにうまく立ち振る舞っていた私だけれど、ストレスがないわけではなく、実はかなり溜めていた。彼女のネチネチとした言い草が生理的に苦手だったのだと思う。それでも家でご飯を作って待ってくれている康介さんや娘のカナのことを思ってぐっと我慢を続けていた。彼女の機嫌さえ損なわなければ仕事は充実しているし環境も良かったのだ。けれどそんな日々の中で事件は起こった。
私の職場は季節ごとに繁忙期が来る部署であり、その時期は特に忙しかった。事務方とはいえ処理する仕事は増え、そのための打ち合わせなども多く、私は自分の担当する仕事に加えて、おつぼね上司の補佐で奔走していた。彼女は上司の立場なのに、メールは確認できていないし、資料を作れないくせに偉そうに指示は飛ばすし、繁忙期になるとそういった場面が増えるので、ヒステリックになる傾向があった。入社当初はそんな彼女の無茶ぶりや機嫌の悪さに振り回されていて、それが原因で人格否定された社員が辞めていくなどといったこともあったけれど、今は私が率先して彼女の補佐をしていることと、エリコや周りの同僚たちも陰で手伝ってくれていて、それなりにうまく仕事を回せるようになっていた。しかし、その日は朝から体調が悪かった。正直、休みたいほど気だるかったけど、どうしても外せない仕事があったため、薬でごまかしながらも出勤をした。康介さんは休んだらどうかと心配してくれたけど、私は大丈夫と言って会社へ出勤した。そして昼を過ぎたあたりで一気に体調が悪くなった。目の前が真っ暗になるような感覚に襲われ、頭痛と気だるさに負けて、私はデスクに突っ伏すように倒れてしまった。突然倒れた私に驚いたエリコが、慌てて救急車を呼ぼうとしたけれど、私は夫を呼ぶから大丈夫と答えた。エリコは私の夫の事情を知っていたので、すぐに了承してくれたのだが、運悪くその一言をつぼね上司に聞かれていたらしい。エリコが来客用のソファーまで肩を貸してくれて、私の携帯を受け取ると、代わりに夫への電話をしてくれた。水筒に入れていたお茶を飲むと、少し気分が落ち着いた。朝心配してくれて、休むように言ってくれた康介さんには、迷惑をかけるな、とか、一人で悶々と考えていると、タイミングを見計らったように、おつぼね上司は私の前に来て、旦那さんは仕事中ではと聞いてきた。私がどう説明したものかと悩んでいると、彼女は、専業主婦なのね、菅原さんの旦那さんは。と、笑みを浮かべて言ってきた。まずい、と思い、夫のことを説明しようとしたが、その瞬間、彼女の見る目が変わったことを直感した。ああ、これは何を言っても聞いてくれない時の目だ、と私は確信した。一度こうだと決めつけた彼女の考えを覆すのは難しく、入社してから何度かその目をされては意見をしたのだが、その度に私の方が折れていた。さっきの目はまさにその時の目だった。おつぼね上司は、わかったわ、と言うと何事もないように自分の席へと戻っていく。入れ違いになるように戻ってきたエリコは、いたわりの言葉一つもなかったわ、と文句を言っていたが、私は別の不安を感じていた。しばらくすると、夫の康介さんが車で迎えに来た、と携帯に連絡をしてきてくれた。私は嫌な予感がしたので、下に降りるから待っていてほしいと伝えたのだが、康介さんは、熱があるんだから部署のあるフロアまで迎えに行く、と言い、そのまま私のいるフロアまで上がってきてくれた。その優しさが普段はありがたいのだけど、今回は抱いていた不安が大きくなるばかりなので、少し嫌な気分になっていた。人の行き交いが多い部署だから、ひょっとしたら見逃されるかと淡い期待をしたが、おつぼね上司の目は夫の姿を見逃さなかった。来客のネームプレートを首から下げた旦那が部署に入ってくるなり、おつぼね上司はすぐに席を立ち上がる。私の荷物や上着を持って準備をしている康介さんに、おつぼね上司は信じられない言葉を浴びせた。あなた、菅原さんの旦那さんよね。専業主婦なんて恥ずかしくないの？奥さんを熱を出して倒れるまで働かせるなんて信じられないわ。その時は熱で頭が回っていなかったからか、おつぼね上司が言った言葉の意味を理解するのに少し時間がかかった。エリコや部署にいる女性社員、たまたまいた男性社員含めて全員が絶句する中、これ見よがしに働いてない旦那をいびるおつぼね上司。男が仕事せず家のことやるなんてダサいなどと、人目をはばからず部署のフロアで大声で嫌がらせをしてきた。私の嫌な予感が的中したのだ。私は静かに怒りで震えていた。大体この忙しさはおつぼね上司の仕事のだらしなさも関係していた。彼女は偉そうにしているだけで、打ち合わせに必要な書類や資料は私がせっせと準備をしていたのだ。それを棚に上げて、なぜそんな嫌がらせのような言葉を言われなければならないのか。
私を心配して迎えに来てくれた康介さんに対してあまりにも失礼だと思った。そんなおつぼね上司の嫌味に康介さんは、私は料理が得意で家事も苦もなくできるので主婦が性に合ってるんですよ。それに家計簿つけるのとか結構楽しいんですよ。と、笑顔でおつぼね上司に返していた。事実、夫は料理が得意で家事と育児も精力的にやってくれる人だ。そのことについて後ろめたさなんてなくて、いびる年上のおつぼね上司に対しても彼は堂々としていたのだ。その答えにおつぼね上司は面白くなさそうに顔をしかめて、とりあえず奥さんを引き取ってちょうだい、と捨て台詞を吐いて席に戻っていった。康介さんはすぐに荷物を持ち直して、ふらつく私を支えてくれた。康介さん、ごめんなさい。嫌な目に遭わせてしまって。熱が出て辛い上に、おつぼね上司の嫌がらせで完全に参ってしまった私は、降りてゆくエレベーターの中で、おつぼね上司への怒りと、康介さんへの申し訳なさで泣きそうになった。それを察したのか、康介さんは何も言わないまま、優しく私の肩を支えてくれた。その後、車で病院に行くと、医者から過労だと言われた。ここ最近、おつぼね上司の仕事をしながら、自分の仕事もしていたので、疲れがどっと出たのだろう。病院の診察結果を部長に報告したところ、数日間有給をもらい安静することになった。この繁忙期に、そんな休んでもいいのだろうかと思ったのだが、エリコからの、心配せずにゆっくり休んで、などの連絡をもらい、私は療養を兼ねて有給を取得した。おつぼね上司からの連絡がなかったのが気がかりだった。けれど、急にできた1週間ほどの休みの中、久々にゆっくりと康介さんや娘との時間を楽しめた。夫や自分の実家に遊びに行ったり、娘と公園へ出かけたり、3人で買い物を楽しんだりと、思う存分休日を楽しんでいたおかげか、おつぼね上司へ抱いていた怒りもすっかり忘れてしまっていた。1週間後、久々に出社した私は溜まっていた仕事の確認などをしていたのだが、お昼休みになると突然おつぼね上司から週末にディナーに行く誘いを受けた。なんでもおつぼねの旦那がつてで最近オープンした人気の高級料理屋の予約が取れたらしい。同僚を数人招待していくのだが、私の会長祝いも兼ねてどうかと言ってきたのだ。その時、旦那さんも呼んだらとおつぼね上司から言われたが、私は康介さんがいびられていた光景を思い出して、のらりくらりと夫を連れて行くことについては断った。そう言うとおつぼね上司はおもちゃがなくなった子供のように残念そうな顔をしながら、なら仕方がないわね、と言っていた。その時、忘れていた怒りが少しずつ蘇るような感覚があった。お店の名前と場所は当日教えるとだけ伝えて彼女は自分の席へと戻っていった。そのことをエリコとも話したのだが、きっと驚かせてすごーいと言われたいんだろうとエリコの呆れた言葉に私も同じ思いだった。家に帰って康介さんにその話をしたのだが、彼は嫌な顔一つせずに行っておいでと言ってくれた。嬉しさ半分、ちょっと止めてほしい気持ちもあった。その週は繁忙期のラストスパートの時期であり、休みの間に溜まった仕事を片付けつつ、おつぼね上司の補佐をしながら過ごし、ついにディナーの日である週末を迎えた。結局どこの店か知らないまま、私やエリコ、他の同僚たちは、意気揚々と進む上司に連れられて会社を出た。そして店に着いたとき、店名を見て私とエリコは思わず固まった。他の同僚たちも驚いたような顔をしていたが、私たちの驚愕は彼女たちとは異なるものだった。すごいでしょ？人気すぎて予約取れないんだから。私の旦那だから取れたのよ。さ、入りましょう。と、いつものように自慢口調のおつぼね上司は、私も驚いているのだと思ったのか、満足そうな顔をしてから店へと入ってゆく。戸惑う同僚たちもおつぼね上司の後に続いて、最後に私とエリコもハッとして後に続いた。お店の雰囲気はとても良くて、ウェイターの接客も完璧だった。おつぼね上司が予約していた個室に通されると、コースもすでに決まっていたのか、席に座るや否や、次々と料理やおもてなしが始まった。最初は緊張していた同僚たちも、美味しいディナーに舌鼓を打って、すっかりリラックスしていた。
もちろん運ばれてくる料理はどれも美味しくて、接客も素晴らしかった。ただ、それ以前に私は内心でずっとそわそわしていた。エリコも同じようで、ちらちらと私の方を見てきたが、私はあえて何も言わずに過ごした。コース料理も落ち着き、残すところはデザートとドリンクになったあたり。そこまでの会話はずっとおつぼねの旦那自慢だ。旦那だからこんな素晴らしいレストランを予約できたんだと、彼女はいつものように話していたのだが、ことあるごとに私の夫が専業主婦であることを引き合いに出してこき下ろしてくる。その言い方がどれもひどかった。嫁に頼る紐旦那がしぶしぶ家事をしているだとか、所詮は女性に頼る怠け者だからきっとどこかで浮気をしているのだろうとか、憶測だけで決めつけたような言い方をしてきては、私の顔を見て鼻で笑う始末。その顔を見て、私は忘れていた怒りをふつふつと思い出していた。エリコも我慢の限界だったようで、店に迷惑をかけるわけにもいかないので、二人で先に帰ろうかと思ったその時だった。本日は当店にご来店いただき、誠にありがとうございました。店の奥からスーツ姿のオーナーが現れた。個室にまでやってきたことで、おつぼね上司がポカンとしていると、オーナーはこう言葉を続けた。うちの料理長が何かご迷惑をおかけしましたか？その言葉に、その場にいる私とエリコを除いた同僚たちが唖然とする。私たちはオーナーの登場で別の意味で驚いていた。私がずっとそわそわしていた理由だが、このお店は私がよく知る場所であり、もっと言うなら開店前に店に招待されたこともあった。実は店の奥から現れたオーナーは夫である康介さんのお兄さん。エリコは旧姓は北沢だが、今は同じ名字の菅原で、エリコはお兄さんのお嫁さんであり、そしてこの高級料理屋の料理長が私の夫だった。康介さんは昔、有名な料亭で働く板前だった。このお店は夫と兄とで立ち上げたお店であり、レストランを経営するのが夢だった二人が長年貯めた資金でオープンしたのだ。兄が経営担当で、弟の康介さんが料理担当。オーナーであるお兄さんと交際をしていたエリコの紹介で、康介さんと知り合い、私たちは結婚。エリコとは親族としても付き合いがあって、彼女が出産するときは、カナの出産の時の経験を生かしていろいろと手伝ったこともあった。私と康介さんが結婚する前には、すでに資金は貯まっていたのだが、康介さんは自分の料理の味を納得するまで研究したいと言い、結婚を境に修行していた料亭を辞め、専業主婦として家事をこなしながら自分の料理の研究に勤しんでいたのだった。そしてついに満足のいくレシピが完成し、兄弟でレストランをオープンした。私は長年康介さんを支えてきたということで、エリコと共にレストランのプレオープンに招待されていたので、私たちはお店を知っていたのだ。オープンからすぐに有名店として雑誌やテレビの取材が来て、予約の取れない人気店になったのだった。なぜオーナーでエリコの夫であるお兄さんがわざわざ個室にまでやってきたかというと、理由は単純であり、おつぼね上司の声がでかすぎて、康介さんの名前がオーナー部屋まで聞こえてきたため出てきたのだった。康介さんのお兄さんは私たちがお店に来ていることは知らなかったらしく、部屋に入るなり私たちの顔を見て少し驚いた顔をしていたが、その表情は静かな怒りを宿していた。人のいい康介さんに似て、お兄さんも温厚な人ではあるが、親族付き合いの時も弟を馬鹿にされるのが一番嫌だと言っていたので、おつぼね上司のこき下ろし文句によほど腹を立てていたのだろう。お言葉ですが、あなたが言う紐でろくでなしらしい康介は、この店の料理長であり宝です。彼はあなたのおっしゃるような人間ではなく、実直であり、自分の提供するものに誇りと誇示を持つ料理人です。先ほど召し上がっていただいた料理も、彼が数年かけて考案した料理でございます。その研鑽と努力を続けられる人柄をどうか理解してほしいのです。丁寧な言葉の合間に感じる凄みに、私たちは、いいぞ、もっと言ってやってください、と溢れてくる感情をこらえるのに必死だった。そんな思いが届いたのか、それからもオーナーは、康介さんがいかに料理人として、人間として素晴らしいかを語った。完全にノックアウトされたおつぼね上司を一別して、
オーナーはテーブルに座る私やエリコ、他の同僚たちを見渡してから頭を下げた。お騒がせして申し訳ございません。お詫びにデザートをもう一品サービスしますので、どうぞお召し上がりください。と言い残して個室を後にした。部屋から出る間際に私たちと視線があったオーナーは軽く微笑んでから部屋から出て行った。まさに完全勝利だと思った。すべてを聞き、顔を真っ赤にして何も言えなくなるおつぼね上司と、シーンと静まり返った同僚たち。その空気感と先ほどの醜態に耐えられなかった彼女は会計を済ませ、一人そそくさと帰っていった。彼女が出て行ったのを見計らったように運ばれてきたデザートは人気のショートケーキで、エリコと一緒に食べたそれはとても美味しかった。それから数日後、康介さんが料理長として本格的に働き始めたので、私は会社を辞め専業主婦として家庭に入った。同僚たちからは感謝といたわりの言葉をもらい、今でも空いた時間にお茶をしたりして交流を続けている。会社で私のポジションに上がったエリコから話を聞く限り、おつぼね上司は旦那にあの日の出来事がバレたらしい。さらに旦那の給料を勝手に使い込んでいたこともバレて、愛想をつかされて離婚されたのだとか。今は仕事が恋人と言っているらしいが、補佐である私が抜けてから会社からの評価がみるみると下がっているようだ。まあ自業自得といったところだろう。私は愛する子供との時間も作れて幸せな時間を過ごしており、子育てや家事に余裕ができてきたら、康介さんのレストランの手伝いなどをする予定だ。